こんにちは、みすずです。今日は揚げずに作るささみカツをご紹介します。ノンフライヤーでこんがりしっとり焼き上げるささみのトマトチーズカツです。ぺったんこにしたささみ2枚の間にプチトマトとチーズを包みます。トマトの甘酸っぱさとチーズのとろりが美味しいですよ。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。また過去動画では同じメニューをフライパンでバターでしっとりと焼き上げてご紹介しているので、概要欄にリンク貼っておきますね。今回はほんの少しだけ油を垂らしてほぼノンオイルでローカロリーに作ります。今日の流れ3ステップ。今日はまず材料の準備。ささみは塩を振ってトマトとチーズはカットしておきます。次にささみカツを作ります。ぺったんこにしたささみ2枚の間にプチトマトとチーズを挟んで衣をつけます。最後に焼きます。ノンフライヤーでこんがりしっとり焼いたら出来上がり。今回使用するノンフライヤーはデコルトのエアーオーブンです。過去動画でも一度ご紹介しているので、そちら概要欄にリンク貼っておきますね。コンパクトサイズなので置き場所に困らないのと、あと庫内を丸洗いできるので、トースターやオーブンで焼くよりも手軽に作れます。ただサイズが小さいので一度にたくさんの量を焼くことができません。なので大人数のご家庭にはちょっと不向き、何度も焼かないといけないというデメリットもあります。今回はこちらを使用していきますね。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ4分の1量の栄養素になります。詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、そちらも見に来てくださると嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきますね。材料はこちら。チーズ、トマトはなしにしてささみだけのカツにしてもいいですよ。またトマトではなく大葉や叩いた梅干しを加えてしそチーズ、梅しそチーズなどのカツにしても美味しいです。では作り方を説明します。まずはささみに塩を振りましょう。今回は筋切りささみを使っています。8本 380g です。全体に塩を振ってよく揉み込みましょう。鶏肉は塩が中まで入るのに時間がかかるので、もし時間があるなら厚手のペーパーに包んで冷蔵庫もしくは室温に置いてあげてください。今回は1時間ほど置いています。プチトマトは薄く輪切りにします。切り方はお好みでどうぞ。スライスチーズは1枚を今回は3つに切っています。1つのカツに 3,4 切れずつ加えていきます。先ほど休ませたささみを取り出します。2本を1組にしてカツにします。ラップを大きめに広げ、その上に少し間隔を空けてささみを並べます。ささみの上からもラップをのせて綿棒やすりこぎなどで叩きましょう。ごく薄く伸ばします。あまり力を入れるとささみがちぎれてしまうので気をつけてください。ぺったんこになったら先ほど切ったチーズとトマトを入れます。チーズは 1,2 枚ずつ、トマトは3切れのせてますが、これもお好みでどうぞ。もう1枚のささみを上にのせたら周りをちょっと押さえて固定します。これでしっかりと留める感じになります。周りにマヨネーズを塗ります。小麦粉と卵をまぶす代わりにマヨネーズを使っています。また油脂がある方がささみがしっとりと仕上がりますよ。お好みでマヨネーズの代わりに小麦粉をはたいて卵にくぐらせてもらっても OK です。全体にマヨネーズを塗り広げたらパン粉をまぶしつけます。これは生パン粉を使っています。
周りにパン粉をまぶしたら余分な粉をはたきます。では焼きましょう。エアーオーブンの予熱をします。中にトレーを入れた状態で180度にセットして予熱を5分から10分ほど回しましょう。このレコルトのエアーオーブンの場合は緑のランプが消えた状態が予熱完了しています。中のラックの上にささみカツを2枚乗せます。さらに周りに少し油があるとちょっとこんがり焼けるので油を少し垂らします。オイルスプレーなどを振りかけてもらってもいいです。この状態で180度で15から20分焼きます。中まで火が通れば出来上がりです。ふっくら美味しそうに焼けましたね。やけどに気をつけて取り出して残りも同様に焼きます。同じように180度で15から20分焼きましょう。焼けたら取り出します。2個目もふっくらと美味しそうに出来上がりました。一つカットしてみますね。ちょっとこれ焼きたてを切ってしまっているので熱くて切りにくいのとちょっとチーズが飛び出過ぎてしまいました。とろりとしたチーズとトマトの甘酸っぱさが美味しいささみカツです。器に盛りましょう。付け合わせはレタス、きゅうり、プチトマトを添えています。ドライパセリを散らして完成です。こんがりふっくら柔らかなささみのトマトチーズカツ、ぜひお試しください。また冷めても美味しいのでお弁当おかずにも向きます。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は揚げずに作るささみカツをご紹介しました。ささみのトマトチーズカツをノンフライヤーで作りました。フライパンで焼いて作ることもでき、その方が油がある分周りこんがり中しっとりにはなりますが、ノンフライヤーだとほったらかしで作れるのとすごくローカロリーに作れますよ。また今回はトマト、チーズですが、チーズだけでもいいですし、チーズと大葉とかに変えてもらっても美味しいですよ。また詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。